はい、皆さんこんにちは、マスケンです。前回はボディに足を取り付けるところまで行ったんですけど、今回は、はい、こんな感じで羽もつけていきたいと思います。それでは、始めていきましょう。はい、前々回作った翼がこれなんですけど、違うブレンダーファイルで作ってしまったっていう人のために、オブジェクトを外部ファイルとして書き出す方法について、ちょっと説明したいと思います。僕は別ファイルで作ったんですけど、これを、FBX っていう形式で外部ファイルとして書き出したいと思います。では、オブジェクトを選択してもらって、ファイルのエクスポートっていうところから FBX を選択します。そして選択したオブジェクトっていうところをチェックを入れて、メッシュを選びます。そして、ジオメトリの、タブをプルダウンしてもらって、モディファイヤーを適用っていうのがチェックが入ってるんですけど、このチェックを外しておきましょう。そうしないと、モディファイヤーが適用された状態で、FBX として書き出されてしまうので、そして、ファイル名を決めます。ファイル名は Wings とかにしておきましょうかね。書き出す場所はデスクトップで FBX をエクスポートと。はい。で、こちらがボディのブレンダーファイルなんですけど、では、さっき書き出した翼の FBX ファイルを読み込んでいきましょう。ファイルの今度はインポートってところから FBX を選択します。そして、先ほど書き出した Wings FBX を選択して FBX をインポートします。はい。すると、ちょっとでかいんですけど、こんな感じで、翼のオブジェクトが読み込まれました。はい。で、ちょっと移動させておきましょう。で、今、モディファイヤーが、何もかかってない状態ですよね。では、やっていきましょうかね。まず、翼を選択します。そして、シフトクリックでボディを選択。そして、コントロール J を押すと、こういう風に、別々だったオブジェクトが一つに合体されました。そして、ご覧の通り、翼もミラーによって2つになりました。では、これから翼をボディにつけていきます。タブで編集モードに入ります。はい。じゃあ、とりあえず、翼の頂点を1個選択してもらって、ショートカットの L キーを押すとこういう風に、翼だけを選択することができます。で、これで、ボディの背中の部分に持っていきましょう。G、Shift Z で。ちなみにこれくっつかないように気をつけてください。こういう風にくっつけてしまうと繋がってしまうので。で、S でちっちゃくして、そうですね、もうちょっと上に持ってきて、S で、GY で、とりあえずこの辺まで持ってきておきましょう。はい。で、ここで翼の断面に面があるんですけど、これを削除しましょう。3で面モードに行ってもらって、4つ面があると思うんですけど、これを X で面削除しました。で、1で頂点モードに、翼の断面を見てもらうと、頂点が、10個あることがわかると思います。なので、こっちもこんな感じで、12345、12345で10個の頂点があれば接続できるっていうことになりますよね。ちょっと角張りすぎてるので、頂点の位置をちょっと微調整しましょう。この頂点を選択して、GG でちょっと下に下ろします。そして、ここもちょっと GZ 下に下ろしましょう。で、この頂点も GG で下ろします。そして、背中につけていくわけなんですけど、ここにつけてしまうと、くっついてしまうので、どうやるかっていうと、ナイフツール K に持ち替えてもらって、こういう風に、頂点をちょっと増やしましょう。
で、こんな感じで増やしていきます。で、こことここをつなげる。ちなみに、モデリングのルールとして、メッシュは四角形じゃないといけないっていう暗黙の了解があるんですね。なので、今、ナイフツールで全部四角形になるように切りました。なってますね、四角形に。はい。で、羽をつける部分は、この10個の頂点に、この羽をつけていきたいと思います。この4面を選択してもらって、X で、面を削除しておきましょう。で、1で頂点モードで、この10個の頂点を選択して、EY でちょっと伸ばしておきましょう。この方が接続しやすいと思うので。はい、そして、L で選択してもらって、G、シフト Z でこういう風に近づけます。で、この断面の頂点を選択してもらって、スケール X0 で一直線上に揃えましょう。そして、E、シフト Z でこういう風に引き伸ばします。そして、ローテーション RZ で、ボディに向けて回転させます。もうちょっと離しましょうかね。で、つなげていきましょう。対応する頂点大体見当をつけて、こことここで F。ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、こことここで F。で、4頂点選択してもらって、F で面を貼りましょう。あとは、同じ要領で面を貼っていきます。ちょっと細分化をオフにしましょう。で、F でこういう風に面を貼っていきます。はい。これで無事つながりました。あとは羽の大きさとかを細かい部分を微調整していきます。はい。じゃあ、あらかじめつけてあるモデルを用意したので、翼の形をかっこよく微調整していきましょう。これ僕の場合なんですけど、もうちょっと羽に高さが欲しいので、トランスパレントをオンにして、そうですね、これを選択してもらって、プロポーショナル編集をオンにしつつ、SZ で、こういう風に、幅ももうちょっと欲しいので、SX で、ちょっと拡大しますかね。で、G でちょっと移動。もうちょっと高さ上げますかね。で、そして上から見るとわかるんですけど、こういう風にちょっと U 字型にしたいので、選択したまま、プロポーショナル編集はちょっと上から見て、RZ でちょっと回転させましょう。こんなもので、そうですね。ちょっとこの羽の付け根にメリハリを持たせたいので、ループカットをここに入れましょう。コントロール R で、こういう風に入れて、ここに近づけます。そうすると、こういう風に輪郭がくっきりします。いいでしょう。はい。これで無事羽も取り付けることができました。では続いて頭もつけていきましょう。